しがらないで、もじもじしないで、おねんねーね。あらまあ、どうして？けどでもわかるけど、男の子でしょ。だからね、こっち向いて。とうとう落ちたか。何が落ちたんですか、パパ。いや、最後の枯葉がね、今散ったんだ。いよいよ冬が来るんですね。パパ、マフラーができましたわ。おお、できたのかね。しかし今日はどうもね。ちょっと変な蒸し方してますね。おかしな陽気じゃ。風が全くないとは。さてちょっと見回ってこようか。かわいそうなアリたちは一体これからどこへ行くのでしょう。ニョロニョロだ。何か変なことが起こるかもしれないよ。帰ろう。どうしたのじゃ。ニョロニョロが山から海へ大移動を始めたんだ。何、ニョロニョロが。やっぱり朝からおかしな陽気じゃと思っておったんじゃ。嫌なことが起きなければいいが。あら、これ面白い絵。これはじゃな。ペガサスといってな、空を飛ぶようにして走る馬なんじゃ。素敵。本当に空を飛ぶの？もしこのペガサスがムーミン谷にいたとしたらどうじゃ。ヘムレンさん、それ本当？よいしょ。わしは毎年今頃になるとこうしてペガサスの絵を飾り、両親から聞いた話を思い出すんじゃ。それは星の光が増してくるちょうど今頃の話なんじゃ。
ーっと耳を澄ましているとペガサスが空を駆けてくる足音が聞こえてくるそうじゃ。2頭のペガサスは愛し合っていて、主人であるベレロフォンの仕事が終わるといつも空を駆け巡って遊ぶのが常じゃったそうだ。2頭のペガサスは遊び疲れるとお寂し山へ舞い降りてきて体を休めておった。しかしその時じゃった。ムーミン谷に天地を揺るがす大地震が起こり、2頭のペガサスは別々になり、白いペガサスはお寂し山の崖崩れに飲まれてしまったそうじゃ。やがて地震は収まった。しかしピンクのペガサスは夢中で走った。やがて白いペガサスが追ってこないことに気がついたピンクのペガサスはお寂し山に向かって何度も何度も白いペガサスを呼び叫んだということじゃ。ヘムレンさん、それでピンクのペガサスはどうしたの？さあ、わしにもわからんのじゃ。地震だ。やっと収まったようだな。おいヘムレンさん、大変じゃ大変じゃ。ヘムレンさん、ちょっと来てくれんか。今お寂し山でおかしな白骨を見つけたんじゃよ。何白骨じゃと？ヘムレンさん、いかがでありましょうや。スノーク君。これただの馬の骨じゃありませんか。いや、まさかと思ったんじゃが、やっぱりこれはペガサスじゃ。ペガサス？ペガサスがお寂し山に舞い降りてきた。わしが両親から聞いた話と一致するんじゃ。ほらこの通り。だからそんな架空なものがこんなとこにあるわけないでしょうにが。ペガサスじゃペガサスじゃ間違いない。しかしそれがもしペガサスならこれは大発見ですぞ。はたまた下手またムーミンパパまでがなんてことを言うんですか。右ヘムレンさん、いや、よろしい。わしがこれを復元してみよう。ぜひやってみてください。完成したらみんなでお祝いしましょう。わーい、賛成！きっとわしの両親が本物のペガサスと引き合わせてくれたんじゃ。こら是が非でもやらにゃ。
よし、もう一息じゃ。ハリー。とにかくあんなものが突然飛び出してきましたでしょ。びっくりしましたわ。もしかすると昔はあの辺まで陸だったんじゃないかしらね。きっとそうよ、これは。多分そうですわね。それが大きな地震で沈没していたんですわ。すると昨日の地震でまた出てきたのかな。地震ってさ、ペガサスの骨出したり島を出したり面白いことするわね。そういったところですわね。おーい、ペガサスが完成したぞー。あらら、行ってみましょうよ。よし。どうじゃ、これがわしのペガサスじゃ。いい。すごい。大きい本当。ところでどうしてこのペガサスがこんなところにいたんでしょう。それには訳があるんだ。そうよね、ムーミン。ちょっとあんたたち二人感じ悪いわね。昔は空からここに遊びに来ておったんじゃ。それが地震でな。飛ばないかな、空を。無理ですわ。もうこうなってしまっておは。ーい。あら、パーティーの準備ができたぞ。ヘムレンさん、パーティーじゃパーティーじゃ。みんなも集まってくれ。みんなで馬を作ってヘムレンさんを乗せていこう。さあ、どうしよう。ヘムレンさん。いや、よし。どうもこれさあ、ヘムレンさん。よいしょ。あら、なんだ、ヘムレンさんいたって目があれ。どっかで思ったように。よし、行こ諸君、我がムーミン谷に貴重な歴史的伝説的遺産を作ってくれたヘムレンさんに感謝の拍手を送ろうではありませんか。ヘムレンさん、ママを一つ。あ、いや、スノークいやはやはな、ヘムレンさんの考古学的知識には参りましたですな。君。いやいや、どうもありがとう。ノンノン、ヘムレンさんの話だともう一頭ピンクのペガサスがいるはずだね。でも別れ別れになったまんま。ノンノン。あ！あ！なんだろう。行ってみよう。なんだ？
なんじゃとペガサスが？ペガサスがどうしたって？ペガサスが空を飛んだんだよ。あの骨だけのペガサスが空を飛んだ。そんなバカな骨だけのペガサスが飛んだなんてバカ骨な。本当だよ。あんたたち本当はどこ行ってたのよ。そこの丘だよ。そしたらお寂し山の上の方が急に光り出したんだ。それで行ってみるとペガサスが。それからどうしたのよ。言ったんだよちゃんと先を。ひどいわ私たちを信じてくれないなんて。のんのん、ヘムレンさんを喜ばそうという気持ちは大いに結構ではあるにがしてにが、ちとその話はオーバーじゃありませんか。本当なんだよ。僕たちはこの目で見たんだ。ペガサスはスーッと沖ノコ島まで飛んでって消えちゃったの。ムーミン、のんのん、過ちは過ちだ。やってしまったことは素直に謝ったらどうですか。スノーク、それはどういうことさ。要するに君たちはペガサスを見に行って壊してしまった。そこで言い逃れをするためにそんな作り話をしたんでしょうが。違うよスノーク、本当の話なんだ。怪しいわね。スノークの言う通りよ。どうも二人で消えちゃっておかしいと思ってたんだから。みー、ひどいぞ。ああ、まあまあ、ちょっと待ってくれんか。信じられんことじゃが、ムーミンたちの言ってることは本当かもしれん。あった。ヘムレンさん、まさか今の話を真に受けてそうともきっとそうに違いない。ヘムレンさん一体何がそうだっていうの？白いペガサスはあの島にピンクのペガサスを探しに行ったのさ、きっと。そうだともきっとそうじゃよ。はい。ありがとう。あ、ペガサスの足跡だ。ピンクのペガサスよ。ピンクのペガサスだ。やっぱりピンクのペガサスが。そうか、そうだったのか。よかった。これでいいのじゃ。幸せになるんじゃぞ。ねえヘムレンさん、どうしてピンクのペガサスはこの島にいたの？それはじゃな、2頭のペガサスは一つだったということじゃ。心が一つだったんじゃな。だからお寂し山の大地震で白いペガサスが崖崩れに飲まれてしまった時、浜辺に走って逃げたピンクのペガサスの命も絶たれてしまった。だから今白いペガサスに命の息吹が吹き込んだ時、ピンクのペガサスにも命の息吹が吹き込んだというわけじゃ。
れであの2頭のペガサスは決して離れないだろすっかりヘムレンさんの話に酔ってしまいましたよ。う。いや、わしにも実はわからんのじゃよ。まあヘムレンさんたらだいたい3人しか見ないなんて不幸よ。ムーミンとの沼がいないわ。僕たち見たね。ええ見たわ。